皆さんこんにちは。カナダ大使館のアニータパンと申します。日本ではカナダのゲーム産業と日本のゲーム産業のつながりを担当しております。本日はご来場いただきましてありがとうございます。ですね、今日はカナダのユービーアイソフトさんのグエンさんを連れてきて、どうして海外企業がそんなにカナダに進出しているのか、それからなぜカナダなのかで、カナダでのそういうゲーム作りは一体どんな感じなのかを少しご説明できればと思います。よろしくお願いいたします。まずはですね、こちらをもしご覧いただけますと、主に映画の方なんですけれども、全てカナダで作成した作品で、ゲームのみではなくやっぱりVFX などでもスタジオが数多くありまして、いろんなホリウッドの映画でもいろいろ協力させていただいてます。それからゲームの方はこちらのいろんなタイトルで皆さんご存知かもしれないんですけれども、そのカナダの会社がいろんなこういったタイトルを作ったりをしてます。それからですね、こちらをもし、カナダの地図なんですけれども、カナダ地理的どんな感じなのかって少しご紹介いただけますと、カナダにおけるゲーム産業は結構盛んでいて、こちらカナダの地図で主に5つのクラスターがありまして、でその一番、日本よりブリティッシュコロンビアというところといいますと人口およそ460万人ですね。でそれはおよそ福岡市と同じです。すみません、福岡県と同じです。で福岡県に152社のゲーム会社があるっていうことになりますね。でそれから、その真ん中のクラスター、アルバータ、サスカチュワンとマニトーバのプレーリーっていうクラスターなんですけれども、およそ656万人でそれで41社のゲーム会社があって、でそれでオンタリオ州ね、東京都と同じ人口なんですけれども、171社で、ケベック州、人口およそ820万人なんですけれども、こちらですと横浜神奈川と似てるのかな、人口的に言えば。で198社、そういったことをちょっともし想像いただけますと、でそれから今日お話ししたいノバスコシャなんですけれども、この地図で本当にちっちゃいんですのでこういう形、クラスター的になってるんですけれども、ノバスコシャ人口この中の180万人の中90万人ですね。90万人がノバスコシャで北九州市と同じです。で北九州市に20社ぐらいゲーム会社があると、もしご想像できればと思います。でその中、合計でごめんなさい、ごめんなさい、その中600近いカナダの会社があって、その中のやっぱり100社ぐらいは外資企業ですね。ユービーソフトさんとかEA さんですとか、日本からですとセガさん、カプコンさん、バンダイナムコさんも進出していただいて、でその現場でのゲーム作り、こちらカナダのいろんな都市の写真なんですけど、こちらの環境でゲーム作りは一体どんなことなのか、今日ノバスコシャの2方少し説明説明できればと思います。よろしくお願いします。Thank you for coming. My name is Evan Radisek. I'm Director of Interactive and Digital Media at Nova Scotia, and I work with companies, international companies that are looking to invest into Nova Scotia and establish a presence there. 皆様こんにちは。今日はお越しいただき本当にありがとうございます。ノバスコシアビジネスという会社でインタラクティブ&デジタルメディアの担当をしておりますエヴァン・ラダジックと申します。ノバスコシアにぜひ会社を持っていきたい、あるいはそこに投資をしたいと考えていらっしゃる皆様のお手伝いをさせていただいております。
So before we get into to Gwen's presentation, which you're all eager to hear, I wanted to give you a kind of a quick overview of the Canadian industry and what it looks like around the country in terms of numbers. もうすぐ早くグエンのプレゼン聞きたいと皆さん心待ちにしていらっしゃることと思いますが、その前に少しカナダにおけるゲーム産業の概要、少し数字を追いながらご紹介したいと思います。So as I need to get into it, it's a very large industry and it goes from coast to coast. And in fact, it represents $3.7 billion of the GDP. And that's a 24% increase since 2015. So it is rapidly growing. 非常に大きなゲーム産業カナダにはありまして、カナダの東海岸から西海岸に至るまで、活動しております。 GDP に占める割合としては、37億ドルになっておりまして、2015年以降 24% 伸びています。So the breakdown of the 596 studios that I need to get into across the country is split between really small studios and a very few large studios. So majority of the studios are between 8 and 50 people, so in that kind of small to medium size range, which is very similar to Japan. So this is kind of the breakdown of them. 596のスタジオがカナダ全体にあるんですけれども、非常に小規模なものから、わずかではありますけれども大規模なものまであります。一番平均的なのが、中小零細企業というカテゴリーになるでしょうか。8名から50人ぐらいの規模のスタジオが中心となっております。この構成は日本ともよく似ていると思います。So within those studios, just a little bit of an overview of the employment. There are just almost 22,000 employed full-time in the studios, and that's a 6% increase since 2015. スタジオでの雇用がどういう状況になっているのかということですが、正規雇用、正社員としての雇用で約2万2000人ほどとなってまして、2015年以降 6% 増えています。And this is an interesting fact that 83% of those employees are either senior or intermediate level developers. そしてその正規雇用の約 83% ほどが開発者としてシニアレベルあるいは中間管理職の立場にあります。And this is the average salary, so they're generally well paid with just over $77,000 Canadian for an average salary. そして平均給与ですけれども、7万7000強ということで、平均所得としては、大変いい水準だと言えるかと思います。This is an interesting fact. Last year, Canadian studios put out 2,100 projects, so it's a lot of video games. 昨年だけで2100のプロジェクトがあったということですので、大変たくさんのビデオゲームのプロジェクトが昨年1年間で、完了したということになります。So this is a breakdown of the projects that those projects represent, and you can see a lot of them are in web and mobile. そしてそのプロジェクトの内訳ですけれども、ウェブ、そしてモバイルのゲームが多かったということがお分かりかと思います。So before we get to Gwen's presentation, I wanted to play a short video for you. So bear with me while I switch the presentation here. でグエンのプレゼンに入る前にちょっと短いビデオをご覧いただければと思います。少しお時間いただいてビデオに切り替えたいと思います。Maison. It's the French word for home. But home is a strange concept once you start traveling. Barcelona, Madrid, Montreal. I've moved so much working as a video games art director 7 times in the last 7 years. But I received this call from Ubisoft. They needed someone to take over a studio in the Maritimes. So felt like the next natural move. We moved, my family, kids, wife, everybody, and the cat and all. We moved to Nova Scotia. I didn't know very much what to expect when we moved here. I knew it was the Maritimes, it was by the sea, surrounded by the great outdoors here. It's refreshing. I love it. After working in Montreal for so long, Nova Scotia is home now. If you are
are looking for a good balance between life and work, if you are looking for some kind of a harbor for ideas to be nurtured, I think there is a place for you waiting. So thank you very much. I will pass it on to Gwen. Thank you very much. ありがとうございました。で、ここからグエンのプレゼンに移りたいと思います。Thank you. Konnichiwa. 皆さんこんにちは。Thank you very much for being here today. お越しいただきありがとうございます。I've been tasked with the difficult mission to talk about myself. 私自身について話さなければいけないという難しいミッションを与えられました。In order to not bore you too much, I'll try to keep a light tone through the presentation. あまり退屈されないようにできる限り明るくお話ししたいと思います。So, who is this guy? この男は誰か。Was born in France. I started working in CG and video games in or around 1993. フランス生まれです。そして1993年あたりからコンピューターゲームとかあるいは CG なんかに関わってきました。I became Canadian in 2010. I'm married, I have 2 kids and a cat, as you've heard. 2010年にカナダに移りカナダ国籍を取得しております。結婚していて2人子供がいます。そして猫も飼っております。We are now living in Halifax, obviously, and Nova Scotia, Canada, where I've taken over a studio for Ubisoft in 2015 with the task to transform the studio into an exclusively mobile studio. カナダ・ノバスコシア州のハリファックスに現在住んでいまして、2015年からは ユービーアイソフトのスタジオマネージャーを務めております。スタジオである現在の会社をモバイルスタジオに変革させていくというミッションを与えられています。So, as I said, I have to talk about myself a little. So, I'll give you some hints. My hobby, for instance, I like drinking rum and singing pirate songs. 私自身の話をしなければいけないということを申し上げましたので、ちょっと自己紹介ですけれども、趣味というのがラムを飲むということ、そして海賊の歌を歌うのが好きだということ。That's not true. 事実ではありません。Sailing, photography, carpentry, and cyberpunk or science fiction in general are my, you know. 私の趣味、実際はこちらになります。海で遊んだり、あるいは写真を撮ったり、日曜大工をしたり、そして、SF 関係は、好きです。If there are like photographers in the room, I love this camera. It's a Japanese one. It's not common. It's a rangefinder. One of the first digital one. It's awesome. このお部屋にはきっとカメラマンという方もプロの方もいらっしゃるかと思いますが、私が大好きなのがこちらの機種でして、日本製のものです。ランチファインダーで今やなかなか手に入ることができない希少な価値の高いデジタル版になって初期の頃に出てきたものです。I'll show you quickly a few games I've been working on before moving to Canada. カナダに移ってくる前に私が関わっていましたいくつかの作品、こちらになります。One noteworthy collaboration, though, when we were working at Callisto, was our collaboration with Squaresoft and Tetsuya Nomura. カリストに勤めていた時にいくつかの共同制作に関わりました。そのうちの一つがスクエアソフトの野村哲也さんとの共同制作です。It's been a great opportunity working with Tetsuya Nomura, obviously, and designing characters, especially, and translating his heart into 3D. で野村哲也さんと共同制作できたっていうのは本当に素晴らしい貴重な機会だったというふうに思っております。でまた 3D でのキャラクターの制作にも携わりました。So now to Canada. My first position there was as a 3D manager, a 3D lead, working on animation for TV. でその後カナダに移っていたわけですけれども、そこで最初に仕事としてつきましたのが 3D マネージャー 3D リーダーとしてのポジションでした。アニメの制作に関わりました。
It was a great opportunity for me to move to Canada for a short mission at first, 3 months. 当時は、短期の3ヶ月というミッションでカナダに、移っておりました。And as you can see, 18 years later, I'm Canadian, I have kids, and I married a Canadian wife. So yeah, that's life. でまた、そこから18年も経てばもう自分自身カナダ人になっている、妻もカナダ人、子供たちもカナダに住んでいるということで、これぞ人生だなと思います。So when I first moved to Canada, it was in Montreal, which is a very interesting city with lots of things to discover, and especially it has an entertainment district on Saint Denis Street. でその後ほどなくしてモントリオールに移り住みました。これは非常に面白い興味深い都市でして、いろんな発見がここにありました。そこにはエンターテインメントの地区としてよく知られているサンドニというところがあります。I was partying a lot, so I will spare you with the details, but lots of craft beers, interesting restaurants, etc. もうパーティー漬けの毎日でしたね。クラフトビールとか、いろんなレストランで食べ歩きをしていました。詳細は省きます。But one of the biggest culture shock was what they call church basement wrestling. で、一番カルチャーショックでしたのが、いわゆる教会の地下で、レスリングのマッチが行われているということでした。Then I had the opportunity to start working at Ubisoft. At the time, it was a smaller studio, only 400 people, in a tall brick building, not far from my place, actually. It grew up. Nowadays, there are more than 3,000 people working there. It means that it's one of the biggest and largest video game studio in the world. でその後ユービーアイソフトに入社しまして、当時はスタジオとしては非常に小規模でした。400人ぐらい人が働いているようなところ、この左に映っています赤レンガの建物、ここに拠点を構えておりました。今はもう3000人強ということで、世界でも最も大きなスタジオの一つになっています。And the first project I've been assigned on as a technical art director was Myst 4. It was a piece of art. We got very good reviews, especially regarding the art style. The game wasn't a great success, unfortunately. でその時に最初にポジションとしていただいたのがテクニカルアートディレクターということで、このミスト4の制作に関わりました。非常にアート面では大変高いレビュー、大変高い評価をいただくことができました。ゲームは残念ながらいい評価ではなかったんですが。To give you some more details, that's something I did myself here. It was early on in when we were looking for a look dev and pre-production. この準備をしているときに私自身が関わった制作がこちら左2つの写真になります。And those are achieved pieces here. It's using V-Ray on some procedural rocks with a lot of layers of rocks, and depending on the elevation, etc. Everything was done by hand at the time. Now you have lots of tools to achieve those same results very quickly. で右側の写真ですけれども、これは PC で VRA を作った時の、その制作を一部ご紹介しております。高さ、高低差を出すために何枚もそのラブを重ねたり、手作業で当時はやっておりました。今はいろいろ同じような表現をするにしても、新しい手法ができております。So other interesting projects have been spending some time on Rainbow Six Raven Shield, one of the first Rainbow Six developed in Montreal. でレンボー6の開発にその後関わりました。初期の頃カナダで開発されていました。I also had the chance to work as a level artist on Splinter Cell Chaos Theory. またスプリンターセルカオスセオリーではレベルアーティストとして関わっております。And also an interesting contribution to the Prince of Persia, the Two Thrones, the third Prince of Persia. またプリンス・オブ・ペルシア3部作の3部となります2つの魂にはテクニカルアートディレクターとして関わりました。Considering the size of the teams now, it's interesting to note that the teams on those projects were around 100 people only. So it's very tiny now. で当時のこのそれぞれのプロジェクトに関わったチームの人数なんですが、だいたい100名ぐらい。今から考えると相当小さい規模です。
So because I'm talking about my life, I will show you some pictures of my place. Because when we moved to Montreal, we had the opportunity to buy a place, buy a house, settle as a family, etc. So I thought it would be interesting to show you a few pictures to contrast how it looks like in summer or in winter in Canada. So that's summer. で私の人生の話を半ばしていますので、カナダに引っ越してきた後どんな家に住んだのかっていうご紹介もしたいと思います。で夏と冬ですごい違うっていうこともこちらの写真でお見せできればと思います。左側が夏、そして冬が右側です。And also, as you've noticed already, I'm a big animal fan. We had a permanent house guest in our garden. でもうお気づきかと思いますが、動物大好きでして、いつも庭にはゲストがやってきます。It's called a raccoon. They open trash cans. They are super smart and super agile. And he was living in our garden, basically. There was no way we would get rid of him. アライグマなんですが、ゴミ箱をひっくり返したり、もう本当に賢くて、そして動きも俊敏な動物です。ほとんど私たちの庭に定住していました。So beware, lots of family pictures are following. でこの後何枚か家族写真ご紹介します。But it's interesting to note that in Montreal, for instance, as you can see, it's my daughter. She's riding a little bicycle. It's a back alley. So those small streets are awesome for kids because they can play between big streets, and it's very peaceful. It's very quiet. So kids gather there and play football or ride their bicycles together. これ娘の写真なんですけれども、モントリオールの家のすぐ裏手にある小さな路地で自転車に乗っているところです。大通りに出ることなく、家のすぐ裏の路地で安心して静かな環境で遊ぶことができます。サッカーをしたり、あるいは自転車の練習をしたりできます。A quick detail regarding weather, as usual. Here it's Halloween, and my daughter is wearing her fairy costume on top of a snowsuit because it was so cold. でまた天気の話になってしまいますが、こちらハロウィンですね。秋の季節ですけれども非常に寒いので、実はこの妖精の格好の下は、スノースーツを着ています。So a few additional pictures. As you can see, my son is quite the stuntman. ちょっとしたスタントマンになっている息子の写真です。And when my wife saw the pictures, she told me, "But you were taking pictures of him. You should have helped him." この写真を撮ってたの？助けるべきだったんじゃないの？と写真を見せたときに妻には言われました。Oh well. And to give you an idea of the diversity of the leisure and the activities you could have around Montreal, here in the same day we were attending a party around the lake. We went to an aquarium, and lastly, at night with friends, we went to a hockey match, all in the same day. これはもう本当に一日の同じ日に取った行動を一枚のスライドにまとめただけなんですけれども、午前中には湖畔でのパーティーに参加をし、そしてその後近くの水族館に行き、そして夜はアイスホッケーのマッチを見に行くことができました。It's also when I moved to Montreal, I took photography as a hobby and started snapping pictures all around town. It was a great opportunity also to do scouting and find interesting places, because Montreal is a post-industrial town like many, and it has a very interesting outings, especially when you are curious and if you keep your nose up, you'll notice plenty of details. でモントリオールに引っ越してからもう自分の趣味は、カメラだというふうに決めまして、街中いろいろなところを探索しながら写真撮って良さそうな面白そうなところっていうのを探していました。いわゆる脱工業化をした、典型的な街でして、こういう街だと本当に、面白そうなところを探して回るといくらでも発見できます。In 2007, Ubisoft acquired a VFX production studio called CEDEC2018. ハイブリッドテクノロジーズという会社を2007年ユービーアイソフトは買収しました。And gave me the opportunity to join as a VFX or CG supervisor. そこでグラフィックスの CG スーパーバイザーとして働く機会に恵まれました。It means basically wrangling a team of VFX artists and creating special effects for a feature film. In that case, this shot I did the smoke. It's super gory scene, and it goes very bad for the girl very very quickly. Basically, it's a flying tire that will cut her in half, so it gets very gory.
We did all the smoke here, for instance. Lots of visual and optical effects in this movie. はいでSF の作品に関わっていったんですけど、スペシャルエフェクトです。特殊効果に関わっていきました。例えばこの左下の写真ですとスモークですね、煙、私たちがこう制作をしました。この最終的に左の方から飛んできているタイヤが女性に当たって痛い思いをするっていうようなそういったシーンの後ろで流れています。また上の写真、左上の写真の煙、これも私たちが担当しております。右上の光、この特殊効果も担当しました。Because we were already developing a good expertise with cell fluid simulation with smoke and flames, we got tasked to do a lot of blood simulation on a zombie movie. So I will spare you the blood, but those are zombies, so you can imagine it was like flowing. でこういった煙とか火とか、炎とかそういったシミュレーションで十分な、専門性というか力をつけたということもあって、流血、血に関しても随分仕事をいただくことになりまして、右下がそのゾンビ映画の中で、血が飛ぶシーンになるんですが、ちょっとその血のシーンっていうのはお見せはしないですけれども、このシーンからも少し、イメージができるのではないかと思います。It's also a good example of imagine that you're working on a game or a film that you don't like much, if you don't appreciate the genre. It's still something that can be very interesting, technologically speaking, challenging, but also funny to work on. Those games are not great, but the experience and time we've had working on those movies was awesome. 自分があまり必ずしも関心を持ってない、あまり好きではないジャンルの映画だったりゲームだったりに関わるっていうのはそんなに面白みがないと思われるかもしれないんですが、技術的な観点から見ると、時にすごく面白かったり興味深かったり、あるいは、楽しいと思える場面があります。実際この経験、そういった経験を私もこれらの作品でしました。More interesting, the adventure of inserting live characters that you can see here. We were in the largest green screen set in Quebec. ケベック州で最大のグリーンバックのスタジオ、左写真です。ここでお仕事をする機会がありました。The work was for the 3 episodes of the Ezio story for Assassin's Creed. アサシンクリードのエシオのストーリー、3つのエピソードの制作に関わっています。And we were working long hours, as it's generally customary on movie sets, with like 14 to 16 hours shifts, with a lot of pauses, waiting for things to be settled, etc. So we started creating our own animation movie with other artists in the meantime. 非常にその映画の制作というともう典型なんですけれども、セットに入るけれどもそこでいろいろな待ち時間というのが発生します。シフトとしては14時間16時間合間に待ち時間というのが発生します。その待ち時間の退屈しのぎというか時間潰しのためにアニメなんかを作ったりしていました。その写真が右下です。Following this mission, I had the opportunity to work on a very short-term project, only 8 months, adapting the Naruto license for a Western audience for TV Tokyo. そして、こちらがナルトですね。ナルトの、欧米諸国向けのアダプテーションに関わったプロジェクトのご紹介です。これ短期間で約8ヶ月ほどのプロジェクトでした。The art style adaptation especially was interesting because, as you can see, it was cel shading. But for Konoha, the backgrounds are possibly much richer and much more appealing than in the TV series because they remain relatively simple. So we had this challenge of making the game very visually appealing for whatever angle you'd look at it. アートスタイルが、非常に注目をいただきました。そのテレビシリーズよりもよりシンプルなテレビシリーズよりも、より、リッチな、より魅力的な、ビジュアルアート的には、技術を使ったものとなっております。It's also noteworthy that when we picked the challenge of adapting the game, we had little understanding of the animation style, how to showcase quick time sequence, etc. So we started prototyping
And every month, basically, we'd look back at what we've done, and we are like, gosh, we didn't know what we were doing. Now it's so much better. We are almost there. はい、このアダプテーションを行っていく上にあたって、どういった作品なのかという理解が十分ではなかったということで、そのアニメのスタイルだったり、あるいはクイックタイムシーケンスにしたり、十分な理解がなかったということもあって、プロトタイプを作っていって、そして数ヶ月ごとに見直してというようなことを繰り返していました。数ヶ月前に作ったものでも、当時は全く分かってなかったなっていうような発見の連続でした。And to be honest, after 4 or 5 months, we were still looking back and saying, hey, but we didn't know what we were doing, and now we're almost there. So I believe the project now, when we delivered it, was pretty high quality and at least faithful to the license, which was super important to us. And it's been well received, so it's been a nice project to work on and a great opportunity. 4、5ヶ月経ってからでもまだ当時は分かってなかったな、でももう終わりが来ているよっていうようなそんな繰り返しだったんですけれども、非常に結果的には質の高いものを作ることができたということで、それはこのライセンスにとっても良かったと思いますし、また高評価をいただけたっていうのは大変嬉しいものでした。So I'll continue with a few additional pictures, with a few more details on family details. One of the major industries in Quebec is maple syrup. So it's something that grows almost only in Quebec or in Canada. And in my family, on my wife's side, it's elderly people who are doing it. So it's very, very typical. That's not something you'd see generally. And for instance, that's my wife's grandfather, and that's my son here. And as you can see, it's the best day of his life. で何枚かまた家族写真ご紹介するんですけれども、カナダ、ケベックといえばメープルシロップということで、大変よく知られたものです。で、妻側は、年配の人がみんなそのメープルシロップの生産に関わっているというようなことで、非常にその一般的に、メープルシロップというのは家族の近いところにありました。右下の写真ですけれども、祖父とそして、私の子供の写真です。息子にとって、この日は最高の日だったのではないでしょうか。誇らしげな表情をしています。After this Naruto adventure, only 8 months, I had the opportunity to join the core team on Watch Dogs. At the time, the name of the project was Driver 6. As you can see, the game has changed a little from the original driver license it was originated. はい、でナルト8ヶ月プロジェクトに関わった後、私が関わりましたのがウォッチドッグスです。元の名前がドライバー6、このコアチームに、関わることができました。ドライバーライセンスからは、少し、このゲームの内容としては変わったものとなっています。My work at the time was focusing mostly on serializing and creating tools to support destruction on vehicles. It means supporting all the states and the various species, etc., and let the artist create all those species in a streamlined pipeline. で当時私がフォーカスをしていた仕事というのがこの車に関わるさまざまなツールの制作です。いろいろなツールのその細かいパーツピースというのを作り上げて、そしてそれを最終的にアーティストが作るというそういった部分に関わりました。Although it was an 80-person team on the core team, so it's already a sizable core team, as you can imagine, we were 3 technical art directors working on it. And the game ended up being produced by more than 1,000 people across 4 studios. コアチームとしては80人ほどがいました。ですからそれだけで相当人数がいたと言っていいかと思います。テクニカルアートディレクターも3名いました。それが最終的には4つのスタジオで1000人が関わるプロジェクトとなっています。Another mission I had, which was very interesting, and leveraging the knowledge of interesting places in Montreal and all the scouting I did. I have to give you some explanation. Igloo Fest is a music festival that happens in the midst of winter in Montreal, and it's outdoors. So people are wearing all their snowsuits and mitts and everything, and raving and dancing like crazies. And we were tasked with the mission to create a TV ad for this festival.
モントリオールでは、私がいろいろなところを巡って写真を撮っていた、そういったことが、最終的に仕事につながるというような経験がありまして、それがこちらのイグルフェストです。イグルフェストというのは音楽祭、音楽フェスでして、冬に屋外でモントリオールで開催される、お祭りとなります。みんなしっかり防弾の服、スキーウェアを着て集まってきて歌って踊ってというようなお祭りなんですけれども、そのテレビ広告の制作に関わりました。So it was in 2010. At the time, the lightweight filming was a new thing with DSLR photography on cameras. And I did everything with a Canon RD Mark II on the 2470 lens, and it worked pretty well. We were able to go everywhere and shoot in a matter of a few hours in various places. So overall, it was a great experience. 2010年のことです。ライトウェイトフィルムっていうのが当時まだ始まっていたばかりというような形で、フォトグラフィーオンカメラというスタイルで撮影をしました。キヤノンの2470レンズを使って撮影をし、市内のいろいろなところで数時間ずつ撮影を行いました。大変面白い体験でした。Now I will talk a bit more about Halifax and Nova Scotia in general. So of course you'll see more pictures of Halifax and Nova Scotia, but I'll give you also more details regarding the studio life and how we organize, how we work on a day-to-day basis. You've seen the map already, so I'll give you the rundown. I just wanted to give you an idea of the sheer scale, basically, because between Montreal and Halifax, you can drive, obviously, and it's 14 hours. So it's quite a long drive just to do this little red zigzag road over there. ハリファクスの話、これからまだまだ続きます。写真もお見せしながらお話ししていきたいと思いますが、私どものスタジオでの日常生活というのも少しご紹介したいと思っています。もう地図はご覧いただいていますので、ちょっとスケール感というところだけお見せしたいんですが、モントリオールからハリファクスまでが車でだいたい14時間ぐらいです。この地図で赤く示されているちょろっとしたところですが、これだけで約車で14時間です。So the studio itself.We are a team of 55 people from 10 countries. It varies a little when we hire someone from a new country or and add to the collection. We are located downtown in an heritage building with lots of nice brick, and it's beautiful inside. You should come. スタジオですが55人ほどが働いています。だいたい10カ国ぐらいからの人が集まっています。町ダウンタウンに会社がありまして、非常に歴史的な建造物、レンガ造りでとっても内部も美しいです。ぜひ訪ねてきていただきたいと思います。To give you an idea of the team itself, among those 55 people, it's what I would call an all-in-one studio, meaning that we are a production studio. We have artists, coders, designers, of course, but also business intelligence.Telemetry, so data scientist, data analyst. We also have marketing, IT, HR, and management. So overall, we can do games from A to Z and almost publish them. Of course, we rely on external teams, but mostly the game can come fresh from the oven from Halifax directly.はい、で少しその、スタジオの様子をご紹介したいんですが、全体で55名ほどということを申し上げました。オールインワンタイプのスタジオということで、制作から、事務方まで全部やっていますということです。アートも、そしてコーディングも、設計も行っています。またビジネスインテリジェンスということで、データサイエンティストですとか、あるいはアナリティクスなどもテレメトリーではありますが、担当者がおります。またマーケティング、IT、人事などもあるということで、そのゲームを制作し、そこから外部との連携もありますけれども、パブリッシュも行って、そしてゲームを制作しているということです。Before I talk about our strategy to attract and keep talents, I have to mention that we are not hiring specifically, so I'm not trying to convince you to join us, but I believe it's an interesting insight, and you hopefully you'll learn a few things about our ways and how we work.
でここから人材募集をどういうふうにキープしているかっていう確保しているかその戦略をご紹介していきたいと思っておりますが、その前にまず申し上げておくのは決して皆さんにぜひ、弊社に入社してくださいっていうことを申し上げているつもりはなくて今あくまでも求人募集中ではないということだけは申し上げておきたいと思います。ただとても興味深い面白いところだと思いますしまた弊社でのその人材獲得の取り組みというのは興味深い点があるのではないかと思ってお話をさせていただきます。Firstly, we have a flexible time with core hours, meaning that people have to show up between 10 and 4 because we have meetings, we need to see each other. And as long as their job is done, basically they can leave early or arrive late. I don't care. It's not my problem. We've discovered that it caters to a better creativity in general and productivity as well.まずはフレックスタイム制度がありますということです。コアタイムとしては午前10時から夕方の4時その間でミーティングがあってフェイスとフェイスで会わなければいけないのでこの時間は出社をしていただきます。でも仕事の進捗状況によっては遅れてきたりあるいは早く帰ったりというのは全く構わない生産性もその方が高まるという感じです。Regarding overtime, it's an interesting trend because when I started in this industry, I was working long hours.And even as a manager now, I work possibly a little bit more sometimes because I check my emails, etc. But overall, we try to keep that very, very tight. It means that people have to ask me, like the producers have to ask me for permission to do overtime. And I often say no or ask why. Like, why would you do overtime? Are you badly organized? And we plan for this and that to happen. So yeah, roughly we try to keep people at the office for 8 hours.per day, then we push them out the door because they have to take care of their family. でこの残業時間オーバータイムですけれどもこれちょっと興味深いトレンドがありまして私もこの業界に入った頃っていうのはかなり就業時間が長かったです。今もマネージャーになって、という立場になってメールをチェックしたり、ちょっと長く会社にいるということはあるにはあるんですけれどもかなり、短くなってきたというふうに感じます。プロデューサーの人たちももし残業しなければいけない場合には私に許可を得なければいけません。許可を得に来た時にダメっていうこともあるしあるいはなんで残業なのってもううまく進められていないんじゃないのっていう生産性低いんじゃないのっていうような会話になったりすることもあります。で、基本的にはですからオフィスにいる時間は8時間、それ以降はもう家に帰って家族と時間を過ごしてねと言っています。Quickly, we have also a free gym in the office with coffee, fruits, we have video games, foosball table, etc. So lots of things to stay entertained.でまた会社にはジムもあるし無料でコーヒーも飲んでもらえるしまたフルーツを飲んだりゲームをしたりということもできます。We match the employees' savings. でまた、国の年金とは別に個人で加入する年金を同額を会社が負担するという制度もあります。There are also additional health benefits like dental, optical.また、歯科とか、眼科といったような、国の医療保険制度以外の部分というのも会社が負担しています。We let also the employees volunteer to charities, for instance, help hospitals when they are on the payroll, so meaning during business hours. また、業務時間内に仕事と関係のない分野でのチャリティーとかボランティア活動なども推奨しています。And finally, and something that is very important to us and very important to our senior employees, we offer them the opportunity to mentor co-op students, but also conduct research directly with universities while they are working with us. で特にシニアな立場の社員にとって大変重要なのが、大学のインターンに対してメンターリングをすることができたりあるいは大学との協力関係の下で、研究とかリサーチなどを行うこともできます。But forget about this long list. I'll disclose our secret, the best secret.でも今の長いリストはちょっとお忘れください。実はもっと秘密があるんです。We let people bring their pet to the office. 人材確保の秘密です。みんな自分のペットを会社に持ってくることを認めています。Maybe not all the pets at the same time, but you get the picture. 全部同時にっていうことはできないかもしれませんが、少なくともこんな風に写真が撮れます。
I also wanted to talk quickly about the professional association we've created in Nova Scotia. We are a group of video game developers. We are coordinating to speak with one voice, advocate for the industry in Nova Scotia, etc. ノバスコシア州には、公共のその専門家の協会がありまして、団体というかがありまして、ゲームの開発者が一つの声を持って、交渉するあるいは発言することができるような場となっております。Because we are a small industry in Nova Scotia compared to, as you've seen the figures, compared to the other provinces in Canada, it's growing and growing fast, but we are a small group now. 先ほどもご覧いただきましたように、カナダにあるいくつかのクラスターの中でノバスコシアというのは比較的小さい、急速に成長はしているけれども比較的小さいですので、そこが一つの声を持つということが大変重要で、この ISNS という団体を作っておりますインタラクティブ・ソサイティ・オブ・ノバスコシアです。It makes sense that as a group we are smarter than individual businesses, and especially considering that some of our members are like small operations, 2, 4, 6 people. The average is 8. We have 12 people companies. So as you can imagine, they don't have an HR department, or it's difficult for them to fill paperwork when recruiting abroad. So all those things are services or information that we can transfer to them. 個人あるいはそれぞれの企業を代表して発言するというよりも、グループで一つになった方がより力強いということは当然のことです。この ISNS の加盟企業というのは非常に小規模なところが多いです。2人から6人、平均でも8人という企業、12人といったような企業もあります。ですので独自に人事機能を持てないとか、あるいは採用はしたいけれどもペーパーワークを処理する時間がないとかいったそういった企業のためにさまざまなサービスを提供しています。So we figured also early on that because we are a small community of developers in Nova Scotia, just stating that we exist wouldn't be compelling enough. ノバスコシア州においてはまだまだ小規模な開発者のコミュニティです。なのでただそこに存在しているというだけでは十分ではない。And we soon discovered that because we are a small community in Nova Scotia, we still know each other, we can talk to each other, we communicate well, we collaborate well. And that's this welcoming spirit that we wanted to translate internationally. でそういった小さなコミュニティだからこそお互いをよく知っているし、話もできるし、コミュニケーションも円滑に取れています。そして、コラボレーションもうまくいっています。だからこちらが歓迎しているというそういった、姿勢を、対外的にも示したいと思っています。It's translated into information sharing events that we've had in the past, immigration roundtables, for instance. It's not easy to fill all the paperwork, understand all the programs. Now we are capable of bringing immigrants from various countries in a matter of 5 to 6 weeks, if they are skilled and trained professionals. Joint collaborations, the fact that we help our members to talk with universities and schools. We have the opportunity that way to bring co-ops directly to our members instead of letting them find out who's the contact, which program would help, etc. We run charity events, industry events like game jams and conferences. Sorry, it was very long. I apologize. で情報共有のイベントを各種行っています。海外からカナダに移住をしてくるという時に入国管理に必要な、書類の準備というのは煩雑です。そのお手伝いなどをしたり、今では海外からカナダに移住してくるという人の、処理、申請書類などの処理にはだいたいスキルのある熟練の専門家であれば5週間から6週間ほどで申請が済むようになっています。また、共同政策あるいは共同的な、取り組みというのも行ってまして、これは例えば大学などとの連携ということで先ほどご紹介しましたけれども、インターンを探している、インターン先を探しているという時に誰をコンタクトパーソンにしなきゃいけないのって、そういうのを探す時間を取ることなく直接連絡を取っていただくことができるようになってまして、また各種チャリティーイベントなども開催したり、産業界とのイベントを開催してゲームジャムなども開いています。Well, in a nutshell, we are trying to describe this as a collaborative approach. The fact that we are all competing on a global market,
doesn't prevent us to be good neighbors and communicate well about our problems and help each other because we are neighbors. でコラボレーションプログラムアプローチを取っているということもここに書かせていただきましたけれども、世界的に見るとお互いに競合関係にあるけれども良き隣人でありたいというふうに思っています。互いの課題だったりそういったことも話をして助け合うそういったアプローチを取っています。And a good example of this collaboration, it's a new initiative. We are launching a Center of Excellence for Immersive Technologies. So this means VR, AR, XR in general. It has the opportunity for video game developers and our members to work closely with big industries in those sectors, for instance, aerospace and defense or medical, on training, simulation of many kinds, etc. そしてさまざまな形でのコラボレーションを進めているということの一つの例としてこれ新しい取り組みで始まったばかりですけれども Center of Excellence for Immersive Technologies VR、AR、XR ですねに関わっている人たちが大企業とコラボレーションができますよというそのトレーニングだったりシミュレーションだったりっていうそのコラボレーションができるそういった機会をもう探っています。大企業例えば航空宇宙業界とかあるいは医薬品業界といったところの大手との連携も進めています。It also has the opportunity or the potential to help our video game industry grow its corporate footprint in the province. またこの州内において企業としてさらにビデオゲーム業界が発展していくお手伝いもしています。So now a few additional pictures of Halifax. I'll go fast on those, but as you can imagine, by moving to the province, we decided to buy a house. It gave me the opportunity to do carpentry and work outside on wood, which was great. Here you can see what we see from our living room when there is a snowstorm outside, so not much. ハリファックスの話にまた戻りまして何枚かちょっと手短に写真をお見せしたいと思います。引っ越してきて家を買いました。日曜大工も行っています。外で木材を手に作業する機会も増えました。左下の写真ですが冬窓の外の風景を撮っているんですが、あまり見えませんね。雪です。I like to brag, or I don't like to brag, but here I would like to brag because I built it myself. So all the deck that you can see, it's the other angle, but it's been like me working like crazy with power tools and all. It's a lot of fun. And I still have all my fingers. あまり自慢するのは好きじゃないんですけれどもここばかりは自慢できるかなと思っているのがこのデッキウッドデッキ私一人で全部作りました。ちゃんとここまでしっかりと作ることができてしかも指も全部揃っています。So some more pictures quickly. あと何枚か写真ご覧いただきたいと思います。As you can see, we have lots of opportunities to go outside, play on the frozen lakes, and go to the beach, etc. So it's very アウトドアで活動する機会がたくさんあるという写真をご覧いただきました。凍った、湖にも出ることができます。Some more pictures. あと何枚か写真が続きます。And something that could be dear to your heart. We've had a party like 2 weeks ago in my backyard, eating lobsters. So those are lobsters everywhere, and it's fresh. It's coming from Nova Scotia, and you can find it for cheap. そして真ん中に写っているのが2週間前にやりました私の裏庭でやりましたパーティーの写真なんですけれどもロブスター、ノバスコシア州産のロブスターだらけのロブスターパーティーです。And quickly, the yellow bus that brings my kids to school, and them doing snow angels in the snow, waiting for the bus. So as you can see, there is a lot of contrast between the same curve on the left and right side. で子どもたちがいつも利用している黄色いバスそのバスを待っている時の冬の写真が左側です。夏と冬で全く様子が違うことも改めてお分かりかと思います。Thank you. ありがとうございます。If you have questions, this is the time. 以上です。ありがとうございました。もしご質問がありましたらぜひお受けしたいと思います。
ありがとうございます。一応ずっと前にカナダにどれくらいゲーム会社があるかって調べた時に20個ぐらいしか見つからなかったんですけど、こんなにあったんだなと思って、そういうのをどうやったら調べていけるのかなっていうのがちょっと気になって。I guess the best idea would be to talk to Anita, but I have a reason for you. Most of our members are super busy. There are like 5 people working in a room, working on their game, so they don't do PR communication, they don't have a website, they don't communicate well about their company because they are too busy. カナダ大使館のアニータさんに直接連絡していただくのが一番いいかと思います。でもなんでそれ知られていなかったかっていうことなんですが、まず会社の人たちみんな非常に忙しいっていうことだと思うんですね。部屋に5人ぐらいでみんなゲームの制作に関わっている、とっても忙しい、会社のことを知ってもらおうとか PR をしようとか、あるいはウェブサイトを持とうっていうようなことをすらしていないっていうところが多い。そういったために、なかなか知られていなかったのではないかなというふうに思います。横からすみません。あとカップヘッズっていうゲームは皆さんご存知かと思うんですけど、その会社カナダの会社なんですよ。多分それは知られてないか、そのご存知ではない方もかなりいらっしゃるのかなと思うんですけど、カナダの会社非常に PR 下手なんですよ。クリプトキティスっていう今エセリアムでその仮想通貨をやってる会社もカナダの会社なんですよ。もう皆さんカナダの会社って言わないだけでちょっともし何かご情報が必要であれば大使館の方をご提供できるかと思いますのでよろしくお願いします。Additionally, you could also try to reach out to various provincial gaming organizations such as ISNS. But there is also our counterparts in Ontario, Quebec, and British Columbia, for instance. はい、あとは、州のゲーム関連の先ほど言ったような団体、ISNS などに、ご連絡をいただくというのも一つの手かと思います。また ISNS のカウンターパートがケベック州やブリティッシュコロンビア、オンタリオ州などにもあります。そもそもカナダにゲーム会社が急激に増えてきた理由っていうのは何なんでしょうか。今みたいに誘致をいろいろしているからということなのか、何かいろいろな魅力があるとか。Yeah, well, first, the support from the Canadian government is very important. It's paramount. The tax incentives, for instance, are very convincing. But at the same time, if you consider the pool of talents in Canada, the good students, people who are skilled and trained in all the fields that you require when producing a video game, it's staggering. It's impressive whether these people acquired experience elsewhere, working on the West Coast in the US, for instance. I don't know, but the pool of talent is very impressive. Additionally, Canadian people in general are collaborating very well with each other. So it means very well streamlined production pipelines, teams that work well together. Plus, we are very diverse. The population coming from various countries are integrating very well the community. It means that we can acquire talents and work well with them from abroad as well. いくつか理由があるかと思います。国の政府からの支援っていうのはもう当然なことながらとっても大きいもので、これが何よりも大事だと思っています。税の優遇策などが大きな支援策となっています。それに加えて人材も豊富にカナダには揃っています。優秀な学生、スキルを持った優秀なそのビデオゲームのスキルを持った学生っていうのが潤沢に揃っているということ、アメリカの西海岸と
と比べて数字的にどうかわからないけれども、おそらく多いのではないか、豊富だと思います。それからあとはカナダ人の特性として、非常にそのコラボレーションが得意であるというところも一つあるのではないかと思います。国が非常に多国籍、いろいろな国からの移民で構成していますので、それがうまく国で融合されているということ、その中でコラボレーション、コミュニケーションを取ることが大変得意であるということで、その上に海外から人を採用することもできるという強みがあるのではないかと思います。で、私からの補足ですと、ゴエンさんフランス人もともとフランス人なんですよね。で、今すごい私が聞いて嬉しかったのは私たちカナダ人ってさっき言ってくれました。で、やっぱりそういった世界中から人材が集まって、でさらにその人材育成に皆さんすごい力を入れてくれてて、でそういった人材作りでやっぱり若い世代が、大手会社、3000人ユービーソフトさんモントリオールにいるんですけれども、ユービーソフトさんに入ってまたじゃあ自分が好きなゲームを作りたいって言い出して、で独立するその学んだスキルを生かして、でカナダ最近の傾向を見れば、やっぱりその中小企業、本当に従業員少ない5人ぐらいのゲームスタジオが増えてきてるんですけれども、そのインディーゲームズの方がかなり増えてきてて、ビットサミットの方も結構カナダ人最近興味を持っているんですけれども、そういったインディーゲームの会社には、政府からの借金だったり、そのゲーム作りだけではなくマーケティングとか PR に対するそういう優遇とか借金だったりいろいろありますので、そういった支援で結局そんなにハードルが高くなく自分ができる好きなゲームを作れるっていうことになったのではないかなというふうに思ってます。ちょっと時間的に質問はこれで最後とさせていただきますが、もし他の何かご質問あれば、じゃあまた一旦外で答えできるかと思います。すいません。本日ご来場ありがとうございました。Thank you very much.